投資の世界には100年以上も前に生まれたのに、今も全く色褪せないとんでもなくパワフルな哲学があるんです。今日はその核心に迫っていきますよ。この人以上に成功した投資家はいないですよね。そのウォーレン・バフェットが私の人生で最も影響を受けたとまで言わしめた本があるんです。それがベンジャミン・グレアムの著書「賢明なる投資家」。もうこれ以上の推薦文ってないですよね。そうなんです。バフェットだけじゃありません。ピーター・リンチとか、もうレジェンド級の投資家たちがみんな口を揃えて、私たちの師匠はこの人だって言うんですよ。それがベンジャミン・グレアム。まさに全ての投資家の原点なんですね。じゃあそのグレアムって一体何者だったんでしょうか。彼の哲学がどうしてこんなにも守り、ディフェンスを大事にするのか、その理由を探るためにちょっと彼の人生を覗いてみましょう。グラームはなんていうか、机の上だけで理論をこねくり回す学者じゃなかったんですね。彼は1929年の世界大恐慌、歴史的な大暴落をまさに投資家としてど真ん中で体験したんです。この経験が株価っていうのがいかに人間の感情でもうむちゃくちゃに残酷なまでに歪められるかってことを骨の髄まで叩き込んだわけです。ここがね、彼の本当にすごいところ。グレアムはそれまでどっちかというとギャンブルとか当てずっぽうの世界だった投資をちゃんと分析して原則に基づいて判断する一つの規律、学問と言ってもいいレベルにまで引き上げた最初の人物なんです。さて、ここからが本番ですよ。グレアムの哲学が一体何を解決しようとしていたのか。その中心にある問題、それは市場がもともと持っている非合理性っていう厄介な性質です。グレアムの出発点って実はめちゃくちゃシンプルなんです。市場価格は常に正しいとは限らない。これだけ。つまり今画面に出ている株価がその会社の本当の価値と同じとは限らないよってことです。いや、今聞くと当たり前みたいですけど、当時はこれものすごく革命的な考え方だったんですよ。この違いすっごく大事です。株価を毎日動かしてるのって結局人々の怖いとかもっと儲けたいっていう欲望とか、そういう感情的なものですよね。でも会社の本当の価値を知るには冷静な分析とか規律とか、そういう理性的な作業が必要になる。もう見てる方向が全然違うんです。で、この市場のわけのわからなさ、この非効理性もみんなに分かってもらうために、グレアムはすごく面白いキャラクターを考え出したんです。それがミスター・マーケットです。グレイアムは市場をあなたのビジネスパートナーに例えました。ただこのパートナー、ミスターマーケットはものすごく気分屋さんなんですね。毎日毎日やってきては、なあ君の株をこの値段で買うよとか、僕の株をこの値段でどうだいって持ちかけてくるんですけど、その値段がもうその日の気分次第でめちゃくちゃハイテンションな日もあれば、どん底まで落ち込んでる日もある、そんな感じの相手なんです。この話で一番大事なポイントは何か。それは市場は付き合う相手じゃなくて利用する相手だってこと。賢い投資家は彼の気分のアップダウンには付き合わない。彼がパニックになってめちゃくちゃ安い値段を提示してきた時だけ、はい、それいただきますって取引するんです。利用する、これです。さて問題、つまり厄介なミスターマーケットの正体が分かりましたね。じゃあグレーハムが用意した彼から身を守るための強力な解決策、その秘密兵器を見ていきましょう。じゃあどうすればいいんでしょう。どうやったら気分屋のミスターマーケットから自分の資産を守れるのか、皆さんも気になりますよね。この問いの答えこそがグレアム哲学の心臓部です。はい、その答えがこれです。安全域、英語だとマージン・オブ・セーフティ。これは何かというと、会社が本来持っているはずの価値と自分が実際に払うお金の間にわざと大きな差額、つまり余裕を持たせるっていう考え方、これが防御壁になるわけです。ちょっと具体的な数字で考えてみましょうか。例えばあなたがしっかり分析して、ある会社の本当の価値は1株あたり100ドルだと判断したとします。これが本質的価値ですね。そこへ例のミスターマーケットが何か悪いニュースでもあったのか、もう真っ青な顔でやってきて、この株もういらないから60ドルで買ってくれって言ってきた。あなたはもちろんその申し出を受け入れます。さあどうなるか。100ドルの価値があるものを60ドルで買った。この差額の40ドル。これこそがあなたの安全域です。
万が一何か悪いことが起きても、あるいはそもそも自分の分析がちょっと間違っていても、この40ドルがクッションになってあなたを守ってくれるんです。これすごく深い考え方だと思いませんか？安全域っていうのは、自分が間違うかもしれない、未来のことは誰にもわからないっていうことを大前提にした設計思想なんです。自分は完璧じゃない。だからこそ失敗しても大丈夫なようにあらかじめ備えておく。この謙虚さがすごいんです。ここからはこの安全域っていうツールそのものだけじゃなくて、その奥にある考え方、マインドセットについて話していきましょう。テーマはいかにして負けないかです。そう、グレアムが何よりも大事にしたのは、どうやって儲けるかじゃなかったんです。どうやって負けないか。まず元手を失わないこと。なぜなら1回でも再起不能なくらいの大負けをしちゃうと、その後の小さな価値をいくら積み重ねても取り返せないからです。で、この考え方、これこそがウォーレン・バフェットが掲げる有名なルール。ルールその1、絶対に損をするな。ルールその2、ルールその1を絶対に忘れるなのまさに土台になってるんですね。師匠の教えが弟子にしっかりと受け継がれているのがよくわかります。じゃあ最後に、この話って100年近く前の話ですよね。今のこの AI だの高速取引だのが当たり前の時代にまだ通用するんでしょうか。その答えを考えてみましょう。結論から言うとめちゃくちゃ重要です。なぜなら時代が変わってテクノロジーがどんなに進化しても市場を動かしている人間の恐怖と欲望っていう感情は全く変わらないからです。むしろ情報が多すぎて周りの熱狂に巻き込まれやすくなってるかもしれない。だからこそこの3つの原則が現代の私たちにとっての羅針盤になるんです。株価と会社の価値は別物だと考える。みんなが熱狂している時は一歩引いてみる。そしてどんな時も必ず安全域を確保する。これこそがどんな荒波も乗り越えるための時代を超えた知恵なんです。さて、この話を聞いて皆さんに最後の質問です。あなた自身の投資を今一度見直してみてください。その投資には十分な安全域が確保されていますか？周りの騒がしい声に流されそうになった時、この問いを自分に投げかけてみてください。